大家好。皆さんおはようございます。ボウフエです。今日はですね、休日なんですけれども、学校の外のカフェに朝起きてからコーヒーを買いに来ました。天気は結構曇りですね。で、もう北京もね、10月中旬、もう10月下旬なんですけど、ほぼ日本の東京の冬ぐらい寒くなってきています。今日のね、予定はこの後部屋に戻って勉強やら作業やらいろいろして、午後は一番街っていうね、いわゆる北京の東京みたいなエリアに行ってラーメンの早食い大会、二郎系インスパイア系ラーメンの大食い早食い大会に参加するので、そちらの準備していきたいなと思います。まず朝は眠いんでカフェでコーヒー入れて体を起こして作業と勉強をやっていきたいなと思います。まずはコーヒー買いに来ました。こちらのコーヒー、中国ですごく有名なカフェですね。ラッキンコーヒー、テイクアウト専門の場所に来ました。このサイズ、こうやって、QR 読み込んでここで注文して11.2 元、安いな。こういうテイクアウト専門のお店ってあんまないですよね、日本だと。打包是的。謝謝。ゲットしました。このね、ラッキンコーヒーはすごく中国でも人気店でして、だいたい全国で2万店舗ぐらい展開しているそうです。さあ帰ってコーヒー飲みながらやっていきましょう。先ほどね、コーヒーを買いに行って今から勉強作業しようとしているところなんですが、皆さんノーションって覚えてます？この前の動画というかだいぶ前の動画でもこうやって紹介してるんですけど、ノーションっていうのは僕なりに一言で言うと超便利なメモ帳アプリなんですよ。ワード、エクセル、カレンダーやタスク管理、全てを一元管理して一つのサービスとしてまとめることができる。これがノーションっていうサービスなんですが、なんで今こうやってカメラを回して喋ってるかって言いますと、このノーションに超画期的な AI のサービスが追加されたので、もうこれは皆さんに紹介するしかないなと思ってこうやってカメラを回しています。この Notion AI を使うことによって勉強もそうなんですけれども、この YouTube の活動も全て含めて効率が2倍3倍いや10倍近く跳ね上がって超便利なので、今回は皆さんにこの機能、新しくついた Notion AI の機能を紹介したいと思います。それでは Notion のねページをこうやって開いていただいたと思うんですが、これは僕自身のホームページになります。 Notion 画面を開いてもらった右下にこの顔のマークがあるんですよ。見てください。ほら、今右向いてる、瞬きしてる。この顔のボタンをタッチすると、ほら、ボウフエさんこんにちは、今日は何をお手伝いしますかという形で、ここに Notion AI が呼び出されます。ここにですね、やってほしいことを入力して投げかけることで Notion AI がそれを返してくれるっていうサービスがまず Notion AI の基本的な概要になります。ここからはですね、僕自身が勉強で使ってたりしてすごく便利だなと思った3つのポイントを紹介していきます。大学生や社会人になって勉強してNotionを使って何か作業管理をしているような人たちにとってとても便利なポイントになるので、ぜひそちらを紹介していきたいと思います。まずはですね、具体例として僕自身がまとめたノートを使ってデモンストレーションしていきたいと思います。特に僕がこうやって便利だなって感じてるのが、この Notion AI で表を作ってまとめるっていう作業がすごく便利なんですよ。実際にやってみたいと思います。こちら心電図、僕自身が勉強した心電図の各まとめになるんですが、例えば蒸気外収縮、動心臓波、中国語ではこういう風に言うんですけど、こういった内容を今まとめてもらっています。これ Notion AI 考え中ですね。くるくるくるって今書いてくれてます。はい、出ましたね。こういった表に対してパッとまとめることができるんですよ。もちろん僕もね、見やすく頑張ってまとめノートを作ったんですけど、こういった表を作るのって本当に大変ですよね。Excel とかでカタカタ打つのも大変だし、表一個一個追加してって中身をカタカタ打つのも大変ですし、コピーペーストしたとしても大変です。例えば画像や PDF も Notion AI をこうやって使うことができます。実際にやってみましょう。これに対して表を作って、ほら、
これ画像とか PDF を読み取ってこういったページにするっていうことをしましたけれども、例えば授業を聞いてる時にカタカタ打ってメモっていきますよね。そのメモをここからここまでまとめてくださいみたいなこともできちゃうんで、授業を聞いて勉強して、自分でまとめるっていうのがすごく勉強になったりすると思うんですけど、やっぱり時間もなかったりするので、このおすすめプロンプトがあります。復習しやすいように見やすく整理して直して、コールレイアウトやカラム、テーブルなどの選択肢をもとに適宜そういう工夫を施して色は変えないでください。こちらをこの Notion AI にぶち込むとすごくないか。これただただ縦に並んでた文章も見やすく、先ほどのプロンプトを使うと見て、ほらすごくない？基本的情報見やすい形で表とか、かつほら写真系と右心系について左右に分けてまとめてくれてますし、こういった一つのページに一瞬でまとめてくれちゃうんですよ。すごくないか？今ここからここまではまとめるっていう内容を作ったと思うんですけど、やっぱりね、もっとフォーカスして紹介したいポイントがもう一つあります。それがね、フローチャートになります。実際に僕が勉強してまとめた内容をフローチャートにしていきたいと思います。さあ、Notion AI 君が非常に難しそうに考えてくれています。出てきましたね。出てきましたよ。はい、できました。これすごくないですか？一発でまとめた内容だったり授業の内容だったりを視覚的に見やすい形でマインドマップに近いですよね。フローチャートを作ってくれて、でかつフローチャートの説明まで加えてくれる。これはもう爆上がりですよ。文章だけだと見にくいものも図にしてくれるっていうのが勉強の効率を圧倒的に上げることになりますよね。僕もまだまだ Notion AI を使いながらいろんな創意工夫していってるところなんで、使いようによっては皆さんのがもっとうまくできると思うんですけど、こういった勉強の仕方をやっていけるっていうのは新しい時代を感じますよね。さらに勉強に対して非常に有効なのがクイズを作成してくれるっていうところなんです。実際にやってみたいと思います。Notion AI を開くと検討質問チャットの中にクイズを作成するってボタンがあるんです。これを押してみるとこのページの内容について授業でノートを取ったりとか、自分自身でNotionの中でまとめを使って勉強したりっていうした後に、本当にそれってちゃんと定着してる？ちゃんと思い出すことをして勉強してますかっていうところなんですよ。それを Notion AI がクイズを作って復習させてくれる。これ非常に勉強に役立つと思いません？例えば見てみましょう。心不全の主な原因となる疾病を3つ挙げてください。左心不全の症状として、これは下肢不腫は、右心不全の症状ですよね。問題の下に答えがあると思い出すっていう作業の勉強にならないので、最後の部分にまとめて書いてと、アンサーの部分は最後にまとめて書いてっていう形で指定してみたら、できました。ほら。ただただページをまとめて、かつノート授業を取って満足みたいな感じになってたりするのが、ちゃんと勉強で活用できるように、こうやって Notion AI を使うとクイズを作成して自分自身で復習して勉強することができるんですよ。問題を自分自身で作る。で、忘れた頃に回答するっていうのは結構手間かかるじゃないですか。この場で、ノートを取ったその場でクイズを出してくれて自分で復習できるんですよ。勉強は圧倒的に効率よくなるでしょう。実際に良くなってますしね。勉強に役立つものを3つまとめて紹介しましたけど、一瞬で表とかにまとめてくれる。で、2つ目が最もお勧めしたいのがフローチャート、またはマインドマップを作る。これが2つ目で、そして3つ目クイズ。この3つを活用すると、ノートを取るにしてもそこから勉強するにしても非常に効率的になっているので、この3つぜひともお勧めしておきます。他にもいろんな活用の仕方あると思うんで、ぜひぜひ教えてほしいんですけど、僕もみんなから学びたいぐらい。今までは特に Notion を使って勉強している人に向けて Notion AI を紹介していきました。こっからは特に日常生活で便利だったり、またプロジェクトを運営していく、プロジェクトを作っている人たちに向けて便利なおすすめの機能を紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですが、ボーフェンジャイナはチームとして運営しているのですが、こちら、ミーティングの記録になります。やっぱりミーティングとか議事録を取った後に見返してみると、結局何すればいいんだっけみたいになることってありません？僕らの中でも時々起こるんですけど、こんな時に
その問題を Notion AI が解決してくれます。これもちろん Notion AI をポチって押して、ここの欄の中にあるんですよ。アクションアイテムを抽出する。これを押すと次何をしなければいけないかリストを作ってくれるんですよ。便利すぎない？また他にも Notion AI いろんなことを使うことができるんですけど、ブレインストーミングなんかについても、使うことができます。例えば僕らのネタ会議あるんですけど、8月21日のネタ見てみましょうか。出てきましたね。はい、こちらのネタについてブレインストーミングというかアイディア出し、こういったのにも Notion AI が使えちゃうんです。さあ出てきました。香港大学の学生生活企画。シャンガンだし24時間カジノで過ごしてみたマカオ編企画ものですね。勉強法質問コーナー特別編医学教育の違いを徹底。面白そうですね。ほらこうやってブレインストーミングアイディアを出すのを手伝ってくれる。これも非常にミーティングやプロジェクト運営に対して便利なポイントだと思います。そして次なんですが、過去僕が YouTube を始めるにあたって少し相談させていただいた一件がありまして、そういった中身の御礼メールなどを作ってみたいと思います。Notion AI、AI なんでただ単にこの Notion の中身をまとめてくれるだけじゃなくて、こうやってメールの作成を手伝ってくるんですよ。やっぱメールっていろんなマナーがあって書かなきゃいけない言葉、また書いてはいけない発言とかそういった内容めんどくさいと思うんですけど、こうやってメールを書いてっていうだけで、さすがにちょっと敬語とかはいらないんで削除しますけども、お世話になっております。誠にありがとうございました。大変勉強になりました。すごくない？情報とかをポンってぶち込んで Notion で管理しておけば、そのメールを書くのを手伝ってくれる。これは便利ですよね。いや、ありがたい。助かります。僕も非常に使ってます。実はね。そしてまたビジネスマンというか、例えば外国とのやり取り、英語の文章だったりをこうやって作ったとしますよね。英語の文章とかってやっぱ難しいと思うんですけど、この Notion AI を使うと、この文章に対しても翻訳することができちゃう。英語を日本語に翻訳してほしいよね。翻訳言語を日本語に翻訳してつって。ほら、すごくない？このメールの文章、実は文法上のミスがいくつかあるんですけど、これをどこが間違ってたのか実際に聞いてみようか。ほら出てきましたね。We Inside にしました。Join us share, join us to share。こういった形で文法的なミスを修正してくれちゃうんですよ。これもお勧めしておきます。こういった Notion AI の機能を使って勉強、前半で紹介した勉強についてもそうだし、こういったミーティング、プロジェクト運営についてもそうですし、ただでさえ便利だったものが AI がついたことによってさらに便利になったので、ぜひとも使ってみてほしいなっていうふうに思います。何度も言ってますけど、AI って外部のサービスいろんなのもあると思うんですけど、この Notion 上で管理しているものが Notion AI を使ってそこのデータにアクセスしてこのページを作ってくれたりとか、色をつけてくれたりとか、表を作ってくれたりとか、これがもう間違いなく他には勝てないというか、Notionの中で完結できちゃうのが、愛用しているユーザーとしては非常に助かっているポイント、便利なポイントだなって思います。他にもね、例えばこういうデータベースを作ったりとか、僕のこのホームあると思うんですけど、ホームをどう作るかとか、こういったのはまたね別の動画で詳しく紹介したいなと思いますので、要望があればそういった動画も作って紹介していきたいなと思います。言い忘れてたんですが、Notion AI の機能は月10ドルから使うことができます。また AI 以外の機能は基本的に無料で全部使うことができるので、気になる方はぜひぜひ概要欄から無料でサインアップしてみてください。この後はですね、お昼ご飯なんですけど、日本食が集まっているエリアがあるんですけど、そこで二郎系ラーメンの早食い大会があるので、そちらに参加していきたいと思います。ちょこっと作業してお昼がその大会に参加していきたいと思うので、一旦この動画はここまでとなります。今回はですね、Notion の AI、Notion の超画期的な Notion AI の機能を紹介していきました。他にもね、勉強で役立つことだったり、もちろん勉強の Vlog だったり、かつ中国のグルメだったり、いろんなものを紹介して、10万人登録目指して頑張ってますので、また、卒業までに30万っていった目標を置きましたので、こちらの目標まで向かって頑張って、こうやって医学生続けながら動画制作もしていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いします。応援はですね、グッドボタンとチャンネル登録
なんですけどもそっちのまああとコメントとかインスタの DM もお待ちしてます。最後にまあこちら NotionAI を紹介して、まあ、お仕事いただいた Notion さんからもお仕事いただきました。本当にありがとうございました。それでは、まあ、改まったご挨拶はここまでにして、作業してラーメン食ってきます最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。再见。自由也过快了，加油！这不是过多长时间了？1个小时了。